ご視聴ありがとうございます。シーサーです。久しぶりにサブチャンネル投稿していこうかなと思います。実はですね、明日からちょっと1週間ぐらい国内で出張がありまして、1週間ぐらい家にいなくなっちゃうので、ちょっとね荷造りをしていこうかなと思います。今回ね1週間行くので、この2つを持っていこうかなと思います。こちらがリモワのパイロットっていうキャリーケースですね。これサブチャンネルで先日開封動画投稿したんですけれども、かなりね気に入ってる、めちゃくちゃかっこいいカベコスペシャルみたいな質感の、全部アルミでできたスーツケースとなっております。このキャリーケースの、一番の特徴はですね、パイロットということで、パイロットのコックピットの中で使えるようにするために、こんな感じで上蓋がパカッと開くんですよね。この上蓋が開く構造めちゃくちゃかっこいいということで、もう一目惚れをして買ってしまったキャリーケースです。正直そんなに対して、大きいキャリーケースではないんですけれども、服とかいろいろ詰め込む分には入りますし、とにかくロマンとかっこよさとっていうところで僕はやってます。正直そんなに僕はね、向こうに行ってホテルのね、洗濯機とかで洗濯すればいいと思ってるので、7日分ね全部持ってくっていうよりかは、2日とか3日分ぐらいとりあえず持ってってっていう感じで考えております。はい、あとはこちらですね、エアーっていうブランドのシティパックプロ2のバリスティックナイロンが使われたモデルですね。これは僕が尊敬してて仲のいい、リュック系 YouTuber のリュークさんっていう方がいて、その人のねオフィスに前お邪魔した時にこのリュックをね見せていただきまして、いやめちゃくちゃかっこいいというか、正直これがリュックの一つの答えなんじゃないかなってね思うぐらい、本当に完成度の高いリュックなんですよね。でこの2つをね使って新幹線乗っていこうかなというふうに考えております。まずはですね、着替えを考えていこうかな。このパイロットのキャリーケースの中がこんな感じになってて、一応取り外せるこんな感じの PC ケースが入ってるんですけれども、 PC は今回リュックに入れようと思うので、これは取り外そうかなと思います。本当に適当ですね。まずはつくしたですね。つくした1、2、3、ちなみにこれユニクロです。であとはおパンチュですね。1、2、3、これもユニクロですね。T シャツ的なのを1、2、3あればいいかな。でナイキの運動できるパンツですね。これを1、これで着替え系は大丈夫かな。はい、それからコンタクトですね。僕めっちゃ目が悪くてマイナス 8.0 なんですけれども、大変申し訳ございません。今回に1週間ぐらいあるので、予備で10日分ぐらい持ってこうかなと思います。なので1日、2日、3日、4日、5日、6、7、8、9、10、11、一応保険で、はい、こんだけ持っていけば十分でしょう。はい、それから歯ブラシとか入れていこうと思います。自分が使ってる歯ブラシがフィリップスのソニックケアっていう電動歯ブラシですね。こういうやつで、これもう3年ぐらいずっと使ってるかな。電動歯ブラシはマジでおすすめです。電動歯ブラシ使う前は結構ね虫歯になっちゃったりしてたんですけど、僕お風呂使ってる時に歯ブラシやってるんですけど、それからね虫歯ができなくなりました。もちろん定期検診通うことも大事なんですけれども、前通ったら歯医者さんにね褒められたんで、しっかりとね磨けてるっていうところはこの電動歯ブラシのいいところかなと思います。別にこれ高いモデルじゃなくて1本5、6千円ぐらいのモデルなので、正直ね高くないやつで全然大丈夫だと思います。あとは歯間ブラシですね。もう薬局で売ってるもう普通のこのタイプが最強です。であとは乳液ですね。僕乳液使ってるのがこのふるさと納税で買ったキュレルの乳液なんですけれども、これは Amazon で買ったポンプボトル式のものになってまして、プッシュすると出てくるんですけれども、ここにね普通ある管みたいなのがないじゃないですか。これをプッシュしていくとこの底の部分がどんどんね吸引されて上がっていくんですよね。だいたい1ヶ月に1回ぐらいかな、このピストンが上の方まで上がっちゃうので、僕はこれ箸使ってグッとね押し込んで下までやってます。でピストンが下まで下がったので、ちょっとこのね詰め替え用のものをどんどん入れていってっていう感じで、だいたい1ヶ月に1回ぐらいねこれやる必要があるので、ちょっと手間っちゃ手間なんですけれども、でもよくある乳白色のねこういう入れ物ってあんまりかっこよくないなっていうか、あんまりデザインが好きじゃないので、ちょっとこのね落ち着いた感じのトーンのボトルで気に入って使ってますね。蓋をして中にぶち込みます。はい、続いては、ブラウンの S3 でございます。ひげ剃りですね。あとは歯磨き粉ですね。歯磨き粉もここに入れて蓋をします。
でこれで OK で、次は撮影機材とかを入れていこうかなというふうに思います。ちょっとね出張してる間に時間ができるので、ちょっとコハニャンさんの家に遊びに行こうかなと思っていまして、その撮影で使う機材を入れていきます。まずはこちら DJI の、マイク2でございます。今これ撮影で使ってるこのマイクですね。撮影が終わったらここに入れようと思うんですが、これすごい音質いいので、最近新型が出ちゃったのでね、ちょっと旧型になっちゃったんですが、こいつを入れて、はい、あとは DJI の、Osmo Pocket 3ですね。コハニャンさんとのねショート動画前撮った時はこのカメラで、撮影をしました。で、SD カードはキングストンの 512GBのものを使っていますね。512あればかなり持ちますので、まとめて撮ってまとめて消すみたいなことができるので、これはいいですね。このカメラのすごいところはこんな感じでクッてやるだけで勝手に電源が入って、このねジンバル、こいつがね、すごいんですよ。ほんと手ブレ補正がマジですごくて、もう分かりやすく言うと鶏の顔ですね。すごい振動をこんな感じで与えてもですね、滑らかに動くんですよ。手ブレが全然しないっていうところで、外でね撮影したりする時はめちゃくちゃ重宝してます。うさぎ屋での動画とかもこのカメラで撮影をしました。なんか家で撮影する時は正直あんまり写り気に入ってないので、これあんま使ってないんですけど、なんか外で撮るとねこれ結構いい感じに映るんですよね。終わる時はこうやってクイッてやるだけで勝手にね閉じてくれるっていう、いや本当にすごいカメラですね。これもここに入れて、あとはあれかな、ちょっと文房具系を見ていきましょうか。やっぱりね1週間も出てくっていうことで、やっぱり自分が大好きな文房具は、手放せないですよね。ということで最近工房節の新宿古典で買わせていただいたコンプロットクワトロミニのカリン紅白でございます。これ最近メインチャンネルで開封動画撮ってるのでぜひ見てみてください。いややっぱすごいですよね。めちゃくちゃかっこいい。1個の木の塊から栗物っていう技法でね、繰り出して作っているので、いやもう本当にこの存在感もすごいし耐久性も高いしっていうところで、本当にすごい万年筆ケースではあるんですけれども、自分自身ねあんまり万年筆使わないので、今はこのグラッソっていうね工房節のマルチペンと、あとは 2mm 新ホルダー節のシアメースローズウッドで、これも古典で買っためちゃくちゃ高かったブラックウッドのコブ木ですねのガンメタル金具と、あとは 0.5mm ペンシル節のマーブルウッドですね。このマーブルウッドもねめちゃくちゃ綺麗なので、ちょっと使い込んでねどんな感じの色に経年変化していくのかっていうのも見ていきたいなと思いまして、ちょっとね工房節縛りで今回は行かせていただきます。で右側のスペースにはちょっとしたメモ帳とかをね挟めるようなスペースがあるんですが、これセーム川のクロスですね。このクロスでですねちょっと時間があるときこんな感じで磨いてめでていこうかなと思いましてですね、ちょっとクロスをここに挟んで、ちょっと分厚いんですけれどもこれを閉じて持ってこうかなというふうに思います。いやちょっと本当はもっとパチンと閉まるんですけれども、クロスがねちょっと場所を取って分厚いので、なんとか閉まるかなっていう感じですね。ここ磁石で閉まるようになっているので、全然音はしない状態なんだけど、これでもね問題ないかなと思います。そうですね、割れるみたいなすごい大きい衝撃が加わらないようにはしたいんですけれども、なのでそうですね、ちょっと服の間とかにね、入れて衝撃とか傷がつかないように持っていこうかなと思います。でペンケース2つ目ですね。ちょっとねコンプロットだけだとなんか寂しいなと思いまして、いやこれもねやっぱ持っていきたいんですよね。これ自社ブランド C さんになっちゃうんですが、ダクトペンケースのマルゴーフォグですね。マルゴーフォグもねすごいいい感じに経年変化してきました。新品がこんな感じなんですが、表面に塗られているワックスが、なくなって、ここら辺とか結構しぶとく残ってはいるんですけれども、色もすごい濃くなってツヤもいい感じに出てかっこよく経年変化をしております。で中身はこんな感じになってて、これはレンマの消しゴムですね。で
これはセーラーのシリンとパティナの万年筆で、やっぱり僕が大好きな野原工芸の欅のシャーペン、あとはシーサーのグラビウムで、シーサーエアロ合成感マックスシャーペンにコボセツさんとコラボして作っていただいたローズウッドコブ木のカスタムグリップですね。こちらを装着して使っていて、でちょっと芯がなくなった時のためにシーサーのダイジェクトの真鍮芯ケースのブラックで、このクリップはフランスのオルセー美術館かなで、購入したクリップで、こちらがリアルエッジのチタン定規ですね。こんな感じで、このペンケースはね、傷も全然ついてもいいんですけれども、ちょうどいいね、ここにペットボトルが入るスペースがあるんですよね。いい感じにシンデレラフィットするので、これを上に上げて OK って感じですね。このキャリーケース、そんなにポケット自体ね、これとこれとこれっていう感じでそんなに多くないんですけれども、一応ここにもねポケットがついていまして、ここにはあれですね、ビニール袋とか、あとおしぼりとかをですね入れております。なんかコンビニで買った時についてくるおしぼりとか入れたりして、何かあった時に使うようにしております。はい、とりあえずリモアのパイロットはこんな感じです。いや重たい。これだけで5キロぐらい重さがあります。そこから荷物を入れるとね、10キロ弱になっちゃうので、この重さだけはね本当にかっこよさとのトレードオフかなと思います。はい、続いてはリュックに入れる中身を考えていこうと思います。ホテルに基本的にはキャリーケースを入れといて、ちょっと出かけるときはねリュックを背負っていこうかなと考えております。なのでできるだけ身軽な中身にしたいなというふうには思っていまして、中身はこんな感じで、結構ね容量は入るんですけれども、できるだけね身軽な中身にしていきたいなと思っております。このリュックね税込み39,600円する、結構いいリュックなんですけれども、やっぱりね作りがめちゃくちゃいいなっていう風に感じますね。このリュックは本当に気に入ってます。まずはですね、この外側の、ペットボトルポケットに入れるものなんですけれども、これはね本当に一押しです。 Amazon で買ったかな、裏技っていうブランドの折りたたみ傘でございます。何種類かサイズがあるんですけれども、僕は一番ちっちゃいサイズを使っております。この折りたたみ傘、ただの折りたたみ傘でしょうと思っている方、舐めちゃいけません。こんな感じでですね、普通に使うときは一見すると普通の折りたたみ傘なんですけれども、ここにですねちょっとしたなんか樹脂のフィルムみたいなのがついてるんですよね。これがあることでしまうときにですね、こんな感じで折り目がもう勝手についてくれるんですよね。なのでもう普通にスッと、やるだけでもうすぐにね綺麗にまとめることができます。いやこれマジでやばくないですかね。僕折りたたみ傘この年になるまで使ってこなかったんですよね。もうなんか本当にぐちゃぐちゃになるし、畳むのめんどくさいなと思ってずっと長い傘ばっかり使っていたんですけれども、これだったらね全く畳む時のストレスがないので、これはね本当に出会えてよかったし、もう全人類この折りたたみ傘を使えばいいっていう風に思ってるぐらい、これはね一押しできる傘ですね。価格も確か5,000円いかないぐらいの価格で手に入る、別にそんなに高い傘じゃないと思うので、折りたたみ傘迷ったらもうこれを買ってくださいって感じですね。でこっち側のペットボトル入れのところは、その日に買ったペットボトルとか入れようかなと思うので、あえて空にしております。このシティパックプロ2の外側にはこんな感じのちっちゃいポケットがありまして、ここにいろいろとね入れることができます。まずはですねリップですね。ラフネっていうメーカーのリップです。こちらは AirPods Pro 3ですね。であとはこれですね、財布ですね。この財布に関してはこちらねもうそろそろ発売予定なんですが、こちらはシーサーのインテグラルのコード版を使用したモデルでございます。カラーはブラックですね。これもう半年ぐらいなんだかんだ使ってるかな。外側がコード版の革で、内側がこんな感じのカーフの革となっていて、この黒とベージュのコントラストがすごい個人的に気に入っております。やっぱコード版っていう革は、馬のお尻の革となっておりまして、めちゃくちゃ耐久性が高い超高級レザーなんですけれども、そんな革を使った、モデルで、ちょっとこれ近日中に発売をしますので、少々お待ちいただけると嬉しいです。ちょっとこの財布の宣伝をさせていただきますと、カードがね1秒で取り出せるっていうところが、一番の
特徴の財布となっていまして、親指をクッとかけるとすぐにねカードを取り出すことができます。あとお札とかも取り出しやすいし、隠しカードポケットがこの左右2箇所でついてるので、交通系 IC カードを入れると改札突破することもできます。あとはお札とかもね取り出しやすいように工夫していますし、隠しカードポケットが2つついてるので、ここに免許証とかマイナンバーカードとか入れることもできます。で、外側に小銭がこんな感じにあるので、たくさん小銭が入ってしまったっていう場合でも、外側に膨らむだけなので使い勝手には特に影響されないっていう、僕の理想を詰め込んだ財布となっています。価格が5万円ちょっとになりそうです。コード版なのでどうしても価格は高くなってしまいます。申し訳ないです。高すぎるっていう方は、プエブロレザーのモデルで 28,600 円で現在販売中なので、そっちのモデルと、機能はね、ほぼ一緒なので、ぜひそっちをお買い求めいただければと思います。それをねここに入れているっていう感じですね。これはおしぼりですね。このおしぼりもちょっと適当にここに入れてるっていう感じでございます。で、次がここですね。ここの外側のポケットには充電器ですね。 CIO っていう日本の、メーカーなんですけれども、それの 140W のめちゃくちゃ強い充電器を使っております。これ去年の8月ぐらいにですね、チャット GPT にこれ USB Type-C が3つついてて超充電が速い最強の充電器を探してくださいって指示したら、これをおすすめされまして、でそれを買ってみたって感じですね。めっちゃ気に入ってますね。これは充電ケーブルなんですけれども、この3つを使っています。これは何て読むのかな、バセウスみたいな読み方の、ものなんですけれども、これ 60W のやつで、こんな感じでね巻き取り式の充電器なんですよね。しまう時もすごいコンパクトだし、1mぐらい伸びるのかな。スマホの充電する時とかはねこの2つ同じのを使ってて、であともう1個これが結構でかいやつで、これ 100W のバセウスの充電器で、これ 2m 伸びるようになってます。ちょっとね 1m じゃ足りないっていう場面も僕の場合あるので、これで MacBook Pro とかを充電しております。このケーブルと充電器をここに入れてるっていう感じですね。あとね気に入ってるのがこれですね。カラビナの金具がこのリュックからニョキッと生えてるんですよね。ここに自分の家の鍵を、こんな感じで引っ掛けて入れております。家の鍵ってすごい細かいのでねなくしちゃいそうで怖いんですけれども、これだったら安心して入れることができます。でそうですね、あとここの細かい天井のポケットなんかもあるんですけれども、ここは空にしております。でこの中には PC ルームですね。自分はこの16インチの M4Max の MacBook Pro フルスペックのモデルを使っているんですけれども、やっぱり16インチって結構でかいんですよね。このパソコン動画編集する自分にとってやっぱこの大きさはね必要なんですよね。それが入るやっぱりリュックっていうことで、このリュックはね気に入っています。それをここに入れていまして、であとは書かれるものですね。紙ですね。A4 のコピー用紙で僕なんか適当に文字書いたりすることが多いんですが、クリアファイルに入れて、でここにね、ちょうどいいポケットがあるので入れておりますって感じですかね。であとはメインルームのところなんですが、メインルーム開くとこんな感じで一応2箇所のポケットがあって、ここにもクリアファイルが入るポケットがあるんですけれども、ここには名刺入れを入れております。これは土屋カバンのコード版の名刺入れですね。僕の名刺こんな感じです。でもう一個下の段ですね。下の段とかは頭痛薬とかをねここ入れるようにしてるんですけれども、動画撮り終わったらちょっとここに入れていこうかなと思います。であとこのメインルームですね。頭痛薬あったのでここに入れて、やっぱりねこのリュックはできるだけ身軽に行きたいと思うので、ここには荷物は入れないようにしております。着替えとかはねキャリーケースに入れてるので、はい、そんな感じで、終わりました。一応ね移動する時のスタイルなんですけれども、こっからこんな感じでハンドルが出てくるので、このハンドルにシティパックプロ2のベルトがしっかりとあるので、これをこんな感じでねかけていきます。そうすると、乗っかることができるので、これでね、コロコロ転がしながら、移動していくっていう感じですね。で俺はこのシティパックプロ2を買う前まではこのエーブルキャリーの MAX EDC っていうリュックを使っていたんだよね。この
この MAX-EDC のリュックもまあ結構かっこよくていいんだけど、この後ろ側のキャリーケースのベルトの部分が横じゃなくて縦にこんな感じでついております。なのでこのキャリーケースにつけるとき、こんな感じでリュック自体が横になるようにね収納されるんですよね。まあ横になった方が正直見た目的にはかっこいいんですけれども、ちょっとパソコンを取り出したいなとかってなった時に、なんか横からこんな感じで取り出すとちょっと取り出しにくいなって思う時があったりして、僕の場合はねもうリュックをこうやってもう立てたまま収納できるスタイルの方が好きだなっていうことで、最近はこのエアーのリュックを使うことが多いですかね。はい、そんな感じですかね。やっぱりねこういう、筆箱に僕こだわったりするんですが、やっぱり筆箱だけじゃなくてこういうリュックとかキャリーケースとかにこだわると、それこそね勉強が楽しくなるみたいに移動するのが楽しくなるっていう、そういう魅力があるので、こういうカバンとかもね結構面白いんですよね。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。